ユークリッド幾何学においては、平行な二直線が交わることはありません。しかし、絵画や写真などを見ていると、平行なはずの二直線が交わるように見えることがあります。実際、これらの直線を延長してみると、確かに一点で交わることがわかります。今日は、このアイデアから出発して、平行な二直線が交わる世界での幾何学を見ていきたいと思います。それでは、よろしくお願いします。平行なはずだった二直線が交わっている。一体何が起こっていたのでしょうか。これは、写影と呼ばれる変換によるものです。私たちが3次元の立体世界を2次元の紙やスクリーンに映し出すとき、遠近法により物体の位置関係や大きさが変形されます。これによって、もともと3次元空間で平行だった直線も、2次元の平面上では交わっているように映るのです。つまり、3次元を写影したことによって平行という情報が失われてしまったというだけで、これ自体は矛盾するような現象ではないということです。しかし、考えてみてください。この2本の直線を真上から見れば交わっていないように見える。でも、斜めから見ると交わっているように見える。つまり、観察の仕方、見る角度や立場によって交点があるかどうかという事実そのものが変わってしまうのです。これはちょっと不思議ではありませんか。直線同士の交差というごく基本的な性質が見る側の視点によって変わってしまうのはかえって不自然に感じられます。そこで写影幾何学では発想を切り替えてこれらが交点を持つと考えることにしたのです。写影幾何学では平行線は無限の彼方で交わることにしようと考えます。この無限の彼方を無限円点と呼びます。通常のユークリッド平面にたくさんの無限円点を付け加えてできる平面を考えてみましょう。これを実写影平面と呼びます。実写影平面では2つの平行線は無限円点で交わります。この無限円点は各平行直線側に対して1つずつ定まるような点であり、すなわち無限に存在します。そしてこれら無限円点全体もまた無限円直線と呼ばれる一つの直線をなすと考えます。これにより平行線は交わらないとしていたユークリッド幾何の枠を超えた新たな幾何学の枠組み、実写影平面が構築されました。この実写影平面は次の4つの性質を満たします。異なる2点を結ぶ直線がただ1つ存在する。異なる2直線を結ぶ点がただ1つ存在する。結びつかない点と直線が存在する。任意の直線は少なくとも異なる3点と結びつく。これらの性質は平面写影幾何の公理と呼ばれ、点と直線の組み合わせに関する最も根本的な構造を規定しています。写影幾何学ではこれらの公理に基づき写影変換によって保たれる性質を探求していきます。言い換えれば形や長さではなく構造そのものに注目するのが写影幾何学の特徴です。ここまでの説明だけでは写影幾何学の面白さや何が有用なのかが少し見えにくかったかもしれません。次はいよいよこの分野の中でもとりわけ魅力的で写影幾何学ならではの発見につながる概念、相対原理について紹介していきます。写影幾何学の面白い特徴の一つに、点と直線を入れ替えることで新しい定理が得られるという性質があります。まずは改めて平面写影幾何学の基本となる4つの公理を見てみます。
第1と第2の公理をよく見ると、点と直線が対称的に扱われていることに気づきます。この対称性こそが鍵となるのです。では試しに、この4つの公理の中で、点と直線という言葉をすべて入れ替えてみましょう。すると、第1と第2の公理は、それぞれ入れ替わった形になります。第3の公理は入れ替えてもそのままで変わりません。そして第4の公理は、内容が異なる別の命題になりますが、実はこれも元の公理から導き出すことができる、正しい命題です。つまり、平面遮壁科学の公理に、点と直線を入れ替えるという操作を施して正しい命題が得られるのです。この入れ替え操作を相対変換と呼びます。ある命題 P に相対変換を施して得られる命題を P の相対命題と言います。そしてここで得られる最も重要な事実が相対原理です。公理の相対命題が全て正しいので、その公理から導かれる全ての定理においても相対命題が必ず真になります。はい、これがとにかく強いんです。平面遮壁化の世界では、一つ定理を作れば、相対原理によって自動的にもう一つ定理が作れたことになってしまうんです。これこそが、無限遠点を導入した大きなメリットの一つなのです。ということで、何はともあれ、実際に使用例を見ていきましょう。6点、ABCXYZ について、ABC と XYZ がそれぞれ同一直線上に存在するとき、AY と BX の交点、BZ と CY の交点、CX と AZ の交点は同一直線上に存在します。これは、カップスの定理と呼ばれていて、メネラウスの定理を駆使することで証明できます。この定理は、実遮影平面においては平面遮壁化の公理から導くことができる定理です。よって、相対変換を施すことができます。相対原理によれば、この新しい命題もまた、定理になるようです。実際に確認してみます。6直線 ABC、XYZ について、ABC と XYZ がそれぞれ一点で交わるとき、AY の交点と BX の交点を結ぶ直線、BZ の交点と CY の交点を結ぶ直線、CX の交点と AZ の交点を結ぶ直線は一点で交わる。こんないかつい定理が得られてしまうのです。この定理を直接示すのは、おそらく悪魔的だと思います。一つ定理を示すだけで、しっかりと非自明な定理がもう一つ得られる相対原理。正直言って、脳汁が止まりません。相対原理は最強なのです。もう一つの例も見てみましょう。6点、ABCXYZ について、AX、BY、CZ が一点で交わるとき、AB と XY の交点、BC と YZ の交点、CA と ZX の交点は一直線上に存在します。これは、デザルブの定理と呼ばれていて、メネラウスの定理や遮影を駆使することで証明できます。この定理もやはり、実遮影平面においては平面遮壁化の公理から導くことができる定理です。ということで、相対変換を施しましょう。6直線 ABCXYZ について AX の交点 BY の交点 CZ の交点が一直線上に存在するとき A と B の交点と X と Y の交点を結んだ直線 B と C の交点と Y と Z の交点を結んだ直線 C と A の交点と Z と X の交点を結んだ直線は一点で交わる。実はこれはデザルブの定理の逆になっています。
実際に見比べてみると図は全く同じになっていることがわかります。つまりデザルブの定理は自己相対性を持っているのです。一方向について示せば逆が自動的に示される。これはとても面白いと思います。さて、ここで少し補足をしておきましょう。カープスの定理もデザルブの定理も遮影幾何学での定理です。したがって同じ名前がついていてもユークリッド幾何学でのカープスの定理、デザルブの定理とは全く異なるものです。しかし、実遮影平面はユークリッド平面を含んでいるため、無限円点の存在に注意すれば、ユークリッド幾何学の定理に変換することができます。具体的には、平行の場合に対応させてあげればよいのです。ここまでは、点と直線に関する話に限定してきました。しかし、点や直線だけでなく、二次曲線が登場する場合についても、相対原理を適用することができます。ただし、二次曲線が2つ以上登場する場合には事情が複雑になるため、ここでは扱いません。また、今回は簡単のため、O を中心とする円の場合に限って考えます。前提として、相対変換は点と直線の入れ替えとして定義されていたということを思い出しましょう。相対写像においては、点と直線を入れ替える際に、方眼関係以上の制約はありません。つまり、円を点の集合や直線の集合と捉えて、相対写像を適用すると、円は一般には別の図形へ変形してしまい、円としての性質が保たれません。そこで工夫として、円を不動にする相対写像、すなわち円を基準にした極と曲線の対応を導入するのです。まずは、極と曲線の定義について確認します。O を中心とする円に対して、点 P を取る。P から円に引いた2つの接線の接点を結んだ直線を曲線と言います。また、この時の P を極と言います。極が円内部にあるときは次のように定まります。O を中心とする円に対して、点 P を取る。P の OP における垂線と円の交点のうち一つを R とする。円の R における接線と OP の交点を Q とする。この時、Q を通り、OP に垂直な直線を曲線と言い、この時の P を極と言い。また、極が円周上にあるとき、曲線は接線になります。このようにして、極と曲線を定めると、次の定理が成り立つのです。O を中心とする円に対する極を P' として、その曲線をそれぞれ L' とする。この時、P が L' 上に存在するならば、P' は L 上に存在する。この定理は、極と曲線が1対1に対応していることを主張しています。これにより、点を極と捉え、直線を曲線と捉えてこれらを入れ替える写像は相対写像になっているのです。これは我々が求めていたものでした。したがって、円が登場する状況で相対変換を施す場合には、円は固定して極と曲線を入れ替えると考えれば、相対原理を自然に拡張できるわけです。それでは、実際に使用例を見ていきましょう。6点、ABCXYZ について、これら6点が同一円周上に存在するとき、AY と BX の交点、BZ と CY の交点、CX と AZ の交点は同一直線上に存在します。これは、パスカルの定理と呼ばれていて、やはりメネラウスの定理を駆使することで証明できます。実遮影平面においては平面遮影幾何の公理から導くことができるので、相対変換を考えてみましょう。
点は円に関する曲、直線は円に関する曲線と捉えて、曲と曲線を入れ替えます。特に、練習上にある点はその点での接線と入れ替わります。ここで、見やすさのために点の順番を少し変更します。6直線 ABCXYZ について ABCXYZ が同じ円の接線であるとき AB の交点と YX の交点を結んだ直線 YZ の交点と CB の交点を結んだ直線 CX の交点と AZ の交点を結んだ直線は一点で交わる。言い換えれば円に外接する六角形の3本の対角線の交点は交わるということです。これはブリアンションの定理と呼ばれています。初等的に示すのはかなり難しいですが、パスカルの定理が示せれば、自動的に示されてしまうのです。素晴らしい。二次曲線が絡んだ図形に関して、相対原理が適用できると、やれることが本当に広がります。改めて、相対原理は最強なのです。ということで、今日の内容はここまでです。実写 L 平面の形式的な定義とその解釈や、代数的な相対原理の導出、ヒデザルブキカの存在などまだまだ触れられるべきテーマはたくさんあることは事実でしょう。ですが、ひとまず相対原理のお気持ちが伝えられたのでこの動画はここで終わりたいと思います。最後にいくつか演習問題を画面に残しておきたいと思います。興味がある人は解いてみてください。それでは、お疲れ様でした。